はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回ちょっと更新が遅くなってしまいましてご心配おかけしてすいません。ありがとうございました。今回は2月10日新月から2月24日満月までの流れをちょっと星の解説をしながらタロットで見てみたいと思います。お願いします。もし先生術とかタロットに興味がありますという方は月に1回勉強会をしたりオフ会をしたりこれまでの動画も300本以上実はあるので全て見放題になっていますので、ご興味ある方は概要欄からメンバーシップをご覧ください。ぜひね、皆さんの参加もお待ちしております。はい、では行きましょう。まずこの2月のちょっと特徴的な動きなんですけれども、保守的な特徴的な動きなんですけども、本当にこの2月ってね、自分の深いところから本当の強さっていうものが出てきやすい時なんですね。でそれが特に2月の13日以降14日とかっていうのはもうぴったりとその冥王星っていう深いところから自分の強さや勇気や行動力、チャレンジっていうものが湧いてきて、それが特に獅子座の皆さんにとってはパートナーシップに対して使えるんですね、その強さを。なので誰かに対してものすごく一生懸命になれるっていうこともあれば、怖いんだけどアプローチしてみるとか応募してみるとか何か契約を結べるように頑張ってみるとかっていうこともあるし、いい関係になるための努力をできる時でもあるので、すごく人間関係濃い時ですね、この2週間ってね。ですので、もしもですけどこういうねすごく人間関係濃いなっていう時期に誰かと喧嘩してますとかちょっと揉めてますっていう人も、それこそその揉めるという行動を通していい関係になるためのプロセスが始まってるんだなというふうに思ってくださいね。ちょっとカードで見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソード4ソード10逆、タワー逆、ワンド8逆、ペンタクルス9、ジャスティスの逆、そしてワンドの9、気をつけることは対策がワンドのナイトと節制の逆とオラクルははい、カップ7の逆ですね。そうですか。星で見た時に本当に強い何か人間関係の再調整みたいなのが行われやすい時なので、先ほど言ったように何かもし問題があるとか揉めているとかいう方にとっては本当にそのことを通して本当の自分の強さやどういう関係を築きたいかとか、他者と対等に関わっていくその練習をさせられている時だろうなと思うんですけど、カードで見たところなんかそう揉めたくないんだっていう気持ちがすごく強かったり、もしくはもういいやって言ってちょっと諦めたり、もうこの人は言っても仕方がないみたいな形でね諦めたり、ちょっともう保留にしてるようなことがあるのかなって感じがしました。でそれはなんかこれ以上言っても仕方がないとか、言うことによって相手に嫌な気持ちにさせたくないとか、何か自分が自分を犠牲にしてことを収めようとしてるみたいな感じがちょっと出てますね。ただそれって本当にそれは自分が我慢してうまくいってることなんでしょうか。それとも相手は本当に気づいてないかもしれないですよね、そういうことに。なのでもしこのタイミングで自分が関わりたいなと思う人がいるなら、その人に対して感謝の気持ちをぜひ伝えてあげてほしいなと思います。もし嫌な思いとかね文句があったとしてもやっぱり、そこで得られたことっていうのもあると思うので、感謝した上で伝えたいことを伝える、私はこう感じてるんですってことを伝えるっていうのはとても有益だと思います。思い切って玉砕する覚悟で言ってみたら伝わるみたいな感じもあります。そしてね、やはりこのパートナーシップが強調されている時なだけに動きがありますね。もしかしたらもうないわと思ってた人とまた関係が復活したりとか、また連絡が来たりとか、また自分も何か昔のその人を思い出してみたりとかっていう形で何か遠くからの引き寄せがあるみたいな感じがあります。でこれは先ほど言ったみたいに人間関係でも使えるし、契約とかお仕事での契約も使えるし、自分がどんな関係を作っていきたいか、誰とつながりたいかっていうのを作っていけるよっていう時なんですね。それどれにしてもチャンスは来ます。なんか急に来ます。
なのでちょっと準備しててほしいなって感じがしますね。チャンスどんなチャンスが来るんだろうって思った時にすぐに動けるように、自分はこうしたいんだ、こういう関係を築きたいんだ、こうしたいって思いをちゃんと持っておくことによってすぐ動けますからね。で特にこれ契約とかお仕事で契約結びたいとか更新したいとかっていう方はその準備をしてほしいなって感じがします。で100% 相手からいい条件をもらうというよりは交渉の末そうなっていくっていう感じがあるので、こちらからも言いたいことをちゃんとまとめておくとか条件を揃えていくっていうのもいいかもしれませんね。そしてちょっと相手の出方を見たいのかなっていう感じもありますが、この2週間の動きっていうのは一番その誰と関わるのか、どことつながりたいのか、自分がどういう人に対してどうありたいかっていうのがもう一番のエネルギーなので、そこさえ押さえておけば大丈夫です。でちょっとオラクルがですねカップの7の逆ということで、いろいろ自分の中で物事が動いてなかった分、もしくは止めてしまってた分、ああなのかなこうなのかなみたいな、そういう妄想も広がりやすかったりとか、想像する力っていうのはすごく強いんですね。でそういうふうに想像するのはいいんですけれども、その中から何か一つはっきりするよっていうふうに言われているので、おそらくそういう事態はどうなっていくのかなということに対しても一つははっきりするっていう感じがあります。でもそうなんですけど、でもちょっとこのカードっていうのは現実がどうっていうよりも自分の頭の中でいろいろ繰り広げている世界があるっていう意味もあったりするので、もしかしたらこれまでのねちょっともういいやとかちょっとガーンとかっていうそういうところから、もうあの人はああいうもんだからとかっていうそういう妄想というか空想、自分が作り出しているストーリーで自分を苦しめてないかなっていうことをちょっと立ち止まって見てみるといいかもしれないですね。それは本当に現実ですかみたいなところですかね。相手からしたら全然そうじゃないっていうこともあったりするのでね、そこをちょっとクリアにしていくっていう2週間にするのがいいかもしれないですね。でまだ対策としてねこの節制の逆も出てますし、ジャスティスの逆っていうのも出ているので、物事がねはっきり収まりにくいみたいなんです。なのでこの2週間はちょっとそのきっかけを作るだけでいいんじゃないかなっていう感じがしました。ちょっと見てみますね。なんかね人間関係に関しては本当に特に2月の17日以降っていうのはパートナー運良くなってくるんですね。人間関係運がある、社交運が出てくる時なので、自分が引っ込んでいるというよりは表に出て関わるとか感謝を伝えるっていう風にするといいかなと思いますよ、相手に対して。ワンドの3とスターも出てますので、人間関係に関してはすごくいい形で進んでいく、その流れがあるっていう感じがしますね。で相手からの反応が多少遅かったとしてもそれは全然いいと思うんです。まずはきっかけですから、この時期は。そしてお仕事で言うと仕事のチャンスありますので、ぜひこちらから声をかけていってほしいなって感じがします。ダメ元で声をかけるっていう感じがいいんじゃないですかね。そうすることでちょっと返事遅れるかもしれませんが、こちらからの申し出に対して返事は遅れるかもしれないけど、ダメと決まってないんですよね、まだ全然。なのでそれは引き続きこちらの動きとその相手の状況によってまた24日以降どうなるかなって感じもありますので、でもちょっとね中旬までに動いた方がいいかなって感じはします。はい。でもしお仕事で別に何かのアプローチとかじゃなく、今ある状況の中で仕事頑張っていきたいんだっていう方にとってはより良い方法を探そうというよりは、今やってることに本当に誇りに思って携わっていってくださいっていう感じがします。なんかもっとより良くするにはどうしたらいいんだろうっていうなんか思考になりやすいなっていう感じがしたんですけれども、すでにそのことに携わってること自体がラッキーなことじゃなかったでしたっけみたいな感じがあって、なのでそれを一生懸命喜んでやっていますっていうのもすごい貢献なので、仕事とかそういうのに対して。なのでそれでいいかな、今やってることに本当に誇りに思ってそれに携わっていくっていうだけでいいかなって感じはします。ワンドの本っていうことでやっぱ恵まれてますよね。
ワンド4にワンド5、そしてワールドということで、やっぱりこの時期獅子座の皆さん、すごい自分の中の強さを感じたり、もしかしたら中にはねプライドみたいなものを思い出して相手にそれを認めさせたいみたいに思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、決して誰も皆さんをけなしてるわけではないというか、それぞれの政党それぞれが思うことを言ってるだけっていう感覚で見てもらった時に、自分が我慢するっていう形を取らなくても一つは収まるよっていうことと、もし解決したい問題があるなら今お伝えするにはとてもいいこと自体が好転しやすいですからねっていうことと、あとお仕事では今やってることに誇りを持ってほしいっていうこととですね、もし新しい仕事を探しているとかであればこちらからアプローチしていく。そして返事はちょっと遅れるかもしれないけど期待して待つっていう感じがしました。はい、ということでここまでにしておきます。また次回ですね、2月24日までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。